日本のマンションって衝撃的なんです。韓国から日本に来て5回もマンションを引っ越しました。3畳の部屋で住めますか？八角形のワンルームで住めますか？隣人のテレビ音が聞こえる家で住めますか？僕は全部経験しました。日本人どうやってこのような空間で生活してんのって思ったんですよ。今日は韓国人が本気で衝撃を受けた日本のマンション5軒を紹介します。まず一つ目は九州大学の寮だったところです。ベッドを置いたら終了ですね。僕、日本に来て最初住んでたのは九州大学伊東キャンパスというところにある学生寮です。単身室は17平米でして、寮としては普通の間隔ですよね。でも、韓国から来た僕には衝撃だらけだったんですよ。ベッドとか机、収納、すべて一つの部屋で狭い空間で終わりますと。ベッドから2歩歩くと机であって、3歩歩くとユニットバスがある。家で迷子になる可能性も 0% ですよね。だって僕韓国にいた頃、ソウルで2L、3LD のところに住んでまして、リビングがあるとか、寝室があるとか、これ普通だったんですね。でも日本に来た瞬間、その生活面積が数分の1になって、これ部屋じゃなくてカプセルホテルなのかと思ってました。でもですね、不思議なことにですね、やっぱり慣れてくるもんですね。あと、部屋も小さいとはいえ、収納、クローゼット、本棚、冷蔵庫、電子レンジ、エアコンとか全部あったからこそ、生活機能があったからこそ、広い家じゃなくても生きていける。逆になくても困らないってことを分かったんですね。これのいいとこって、もうベッドから移動時間1秒、3秒とかでデスクとか、これでいけるから、これもこれなりで便利なところはありましたね。で、2番目の部屋はですね、入居前に財布が死亡していた謎すぎる初期費用です。寮を出た僕は駅の近くにある一般的なワンルームを契約しました。ここはですね、部屋そのものより部屋に入る前のところが衝撃だったんですよ。これがね、初期金ですよね。敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、家事保険、鍵交換費用、消毒費用、保証会社費用あるじゃないですか。項目こんなにあるんだっけって思ったんですね。たった家賃5万円、6万円の部屋を借りるのに、最初に2、30万円を払わないといけないという、当時のガキだった僕には大きな金額だったんですよね。特に面白かったのは、礼金。その背景は今は分かってるんですけども、最初の時はお互いにありがとうございますのになぜ自分が礼金を払うの的なことあったんですね。で、韓国でも別に衝撃ありまして、それは保証金です。月5万円の部屋でも保証金として100万円ぐらい預けないといけないんですね。この賃貸、家賃の15から20ヶ月分を一気にドーンって払います。基本的に退去時に戻ってくるんですけれども、日本は最初に大きなお金を払う。でも、韓国はその数倍もするお金を、保証金としてかかるっていう面白い違いがありましたね。で、3番目。これは東大の学生寮だったんですけれども、都電荒川線というトラムが部屋の隣を通ってたってことですね。これね、最寄りが都電荒川線。現在は東京桜トラムの高人塚駅周辺となっています。僕はですね、運が悪くて部屋の窓から直で都電が見える。直の都電の横に住んでる部屋だったんですよ。最初はもちろん良かったんですね。これ何が良かったっていうと、僕やっぱ日本好きだから、日本らしいとか、映画らしいとかってところで興奮するんですね。ところがですよ、次の日の朝になると、午前6時ぐらいに、ガン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 っていう踏切の警報音が鳴るんですが、やっぱこれに起きちゃうわけですよね。ゴトンゴトンと電車がすぐ隣入ってるわけであります。でもこれも不思議なことに3日ぐらいで慣れたんですね。朝起きることもなくなりましたし、昼にその都電の音聞いていても何とも考えなくなるっていう、この人間の脳の素晴らしさをその時に分かったんです。やっぱりこの環境の慣れって大事なものでして、都電は毎日走ってるけど無音になるという、その後はさらにその夕方にね、オレンジ色の空が見えるんですけども、その下を走ってる都電を見ると、いや、日本だなとか、日本に住んでるなとか、なんかロマンあるなっていう風に感じながら見てました。ザ・東京ではないのに、ザ・東京でもある的な考え方を持ちましたね。
4番目はですね、その東大の寮を出て、その後またワンルームに行ったんですが、このワンルームが激狭だったんですよ。13平米で3畳で、もう体感8掛けみたいなルームだったんですね。3畳ってさ、皆さん、畳3つ置いたら終わりなんですよ。これね、僕、東京都葛飾区の金町という場所がありますが、そこの駅から7分距離にあるワンルームに住んでいました。でもね、これとっても良かったんです。だって家賃がね、3万9000円だったんですよ。管理費3000円で合計4万2000円だったんですね。だって東京でこの値段はありがたすぎます。でも、さっき言った通り、3畳の部屋、さらにね、この、四角形の部屋じゃなくて、なんか八角形みたいな、ちょっと変な癖のある部屋だったんですね。だから、ベッドを置いたら部屋が終了するような感覚だったんですよ。これはね、さすがに工夫しないといけなくてですね、ロフトベッド使ってました。ロフトベッド2段ベッドですと、ベッドの下にも物を置けるし、ベッドの上は2段ベッドなので、ここにもまた物を置けたりするんですね。あとデスクも、なんか収納10個ぐらいあるような収納を使ってて、なんとか物を入れていました。でもね、それにしてもやっぱ家賃安いですし、金町駅ってところは、大型ストアだったりとか、ラーメン店だったりとか、歯医者さんだったりとか、何でもあるので、個人的にとても大好きでした。でも、一つだけ部屋の狭さがに大変だったのは、壁が薄かったんですよ。どれぐらいかというと、隣の部屋のテレビの音が聞こえるぐらいだったんですよ。で、たまたま隣に住んでいた方が、朝すごく早い時間、4時、5時から起きる方だったので、その頃からこのテレビの音を聞こえないといけないってことだったんですね。で、電車の時は規則的じゃないですか。一定の音、一定の時間で通るじゃないですか。でも、テレビってこの高音と低音の高低差ありますし、流れる時間、流れない時間があるから、これ不規則的で、ちょっと大変だったんですね。そういうエピソードもありました。で、5番目の部屋。これはね、やっと人間らしい部屋で住めたわけであります。これは良すぎてびっくりしたんですね。で、5軒目がですね、東京都台東区の上の近く、御徒町の近くに住んでたマンションです。ここ家賃ね、13万円。ちょっと狭い 1L で13万円ぐらいしました。これまあまあ値段しますよね。金町の部屋の3倍ですよ。そうすると、さすがにね、違ったんですね。窓大きい、日当たり良いか、収納がある、トランクルームある。そして、最大の衝撃は浴室とトイレだったんですけれども、まず浴室は自動湯張りですね。あれ、自動でお湯が出て自動で温めることができるんですかと。そして、浴室で乾燥もできると。洗濯したものを浴室で干せるんだって、これ何なのっていうカルチャーショックもありましたね。そして、トイレっていうのもですね、やっとね、お尻が温かくなるトイレでですね、皆さん当たり前に使ってるその部屋の仕様っていうのを僕日本に来て8年目くらいにやっとそういった家で住めたわけであります。だからですね、僕いろんな部屋ありましたね。ワンルームとか寮初めて住んでみて、17平米の寮、13平米の寮、踏切前の寮とかその八角形の寮とか、なんか日本に来てどんどんステップアップするような感覚があって、この調子であれば次に住む家はさらに良い家になるはずだというふうに思っているんですけれども、さてどうなるかわかんないですね。素敵な家に住めるように、お仕事頑張っていっぱい稼いで、住んでみたらちょっと夢あるなというふうに思いながらあります。はい。日本の皆さん、どんな家に住んでいますか？僕まだ一軒家には住んだことないんですけれども、一軒家だったりとか、ちょっと癖のあったマンションだったりとか、そういった、経験がございましたら、ぜひコメント欄で教えてください。本日の話は以上です。パックンでした。アニョー。